皆さんこんにちは。僕は神崎陸と申します。秋田県出身の演歌歌手です。また、歌の活動の他にもラジオのパーソナリティだったりとか、時たま日本舞踊も踊っています。日本舞踊は女形という女性の格好をして踊る、表現するものがございまして、ちなみにですね、こちらですね。これは僕です。こんな感じで女性の格好をして踊ったりもしています。小さい頃から歌うことが大好きで、当時は J-POP をよく歌っていました。日本ではその当時、小室哲哉さんというプロデューサーの方がいて、そのプロデューサーの方がすごい全盛だった時代に、いろんなアーティストの方が輩出されてきて、そこで、その中の一人であった華原朋美さんという歌手の方に憧れて、僕は歌手を目指しました。そしていろんなね、カラオケ大会に出ていくうちに、当時のカラオケの審査員をされていた方が、演歌を歌われる方で、その方に声をかけていただいて、今現在までそれがきっかけで演歌歌手として活動しています。今はですね、演歌歌手として各地のイベントだったりとか、メディア出演もさせていただいてるんですけれども、その反面、毎週月曜日と木曜日に、地元秋田県にありますコミュニティ FM、横手鎌倉 FM で、ラジオパーソナリティとしてお昼の情報番組を担当しています。そうですね。ラジオパーソナリティのお仕事を月曜日、木曜日しているときは、基本的には、歌のお仕事は、その時間帯に入れないようにしているんですけれども、例えば、ラジオの生放送が終わって、午後だったりとか、あと、夕方ですね。夕方に、例えば、ディナーショーのお仕事があるよとか、お祭りのお仕事があるよっていうときは、その時間に被らないように、うまくスケジュールを調整して、会うようであれば、もちろん生放送終わりに、ラジオから、その歌のステージに行ったりとかもしております。そこら辺をうまくスケジュールを作って決めてやっております。演歌っていうのはですね、そもそも日本特有の文化というか音楽でございまして、1960年代半ばに日本の歌謡曲から大衆芸能として、人気となったジャンルなんですね。で、日本人独特のその感覚とか、あと情念に基づく娯楽的な歌曲の分類の一つとなっております。意外に日本といえば演歌だよねっていう方いらっしゃると思うんですけど、実は意外と歴史は浅くてですね、また一説では、演歌、演説歌と言いまして、ちょっと政治的な、例えば思想だったりとか、そういったものも少し含まれている、結構ね、調べていけばいくほど奥の深い、そんなね、ジャンルとなっております。そうですね。演歌以外には、もともと僕は J-POP で育ってきている人間なので、やっぱり演歌以外だと J-POP をよく聞いています。今だと、YouTube で世界各国の音楽を知ることができるので、例えば海外ではこういうアーティストさんが流行ってるんだなとか、逆に今日本の若い子たちはこういった音楽を、取り入れて、YouTube だったりとか、あと TikTok で楽しんでるんだなって思っております。そうですね、演歌のジャンル以外で聴く曲、これが一番好きっていうよりかは、もう今はいろんなジャンルの曲を、聴いて、そしてそれを今自分の活動に力にしているっていう感じですかね。インスピレーションの、元となるアーティストっていうことで、先ほどもちょっと挙げたんですけれども、僕は華原朋美さんというですね、J-POP シンガーが大好きで、その方はですね、すごいハイトーンボイスで、綺麗な声をされているんですね。すごく伸びやかな声で、当時僕が小学校3年生の時だったんですけれども、その華原朋美さんの CD をレンタルショップで借りてきて聞いた時に、すごく衝撃を受けて、なんだろう、このアーティストさんは歌も上手いし、声も綺麗だし、そしてジャケット写真が
すごい可愛かったんですよね。こう長い髪をこう垂らして、こう横のこうショットで写ってたやつだったんですけれども、それがもうとても素敵で、そこからですね、もう華原朋美さんの音楽をすごく聴くようになって、あとそれと同時に、もともと小さい時から歌うことは好きだったんですが、ともちゃんの歌を聴いて、あ、そうだ、芸能界に行こうって思ったのは、その華原朋美さんが、影響しましたね。だから僕の芸能人生を語る上で、華原朋美さんは絶対に外せないアーティストさんです。そうですね、今ラジオのお仕事もさせていただいているんですけれども、もちろんその生放送なので、ちゃんと決められた時間に、このコーナーをやらなきゃいけない。だから逆算して、例えば CM だいたいこのぐらいでかけてとか、あと終わりがもう決まっているから、これまでにはエンディングトークを終わらせておくとか、本当に頭の回転のいい人だったら全然それすぐに対応できるんですけれども、僕はそこまで頭が柔軟ではないので、もう本当に生放送の前に、1時間ぐらいこう準備する時間があるんですけれども、その準備している間に、ある程度その話すことを考えたりとか、本当は事前に考えてたらいいんですけど、やっぱり生放送なので、情報が常に更新されている状態なので、例えば本当に1分前のことが必ずしも1分後にはこう通用するっていうのは限らないような、そういう世界なので、だから、常にその情報は新しいものを取り入れるために、あえてそのフリートークに関しては、あまり、こう、がっちり決めようっていう感じではなくて、その時の雰囲気とか、その状況によって、あと最新のニュースを、一応そのスタジオの中に iPad があるので、その iPad を使って見ながら情報をお伝えしたりとか、あとはコーナーで決められているコーナーがあるので、それに関するお話をしていく感じなので、でもそうですね、やっぱりこう臨機応変にこう対応するっていうところは、やっぱりこう難しいところでもあるし、これからのまだ自分の今の課題でもあるかなって思ってます。そうですね。今年特別なプロジェクトということでは、地元、秋田県の横手市というところに、朝倉酒造さんという、お酒の会社がありまして、その酒造会社で発売されている、雪酔い桜っていうお酒があるんですけれども、こちらがとってもフルーティーで飲みやすい、本当にこう、春にふさわしいぴったりのお酒なんですが、そちらの、アンバサダーを今年も務めさせていただくことが決まりまして、昨年もそちらの雪酔い桜の、アンバサダーをやらせていただいたんですが、今年もね、2期連続ということで、抜擢していただきまして、それは本当にとても嬉しいなと思っております。あとはですね、初めての挑戦ということで、いつもは歌と、ラジオのお仕事をメインに活動していたんですが、ここ最近ですね、お芝居の方にも、興味を持ち始めまして、今回ご縁がありまして、初めてそのコントというものに挑戦させていただきます。コントというのは、お芝居をしながらちょっとこうお笑い要素もあるものなんですけれども、そちらも人生で初めて経験することなので、お芝居はね、少しこうやっていたことはあるんですが、お笑いっていう分野は初めてなので、今年はですね、そちらに思いっきりこう、全力を注いでやっていけたらいいなと思っております。最後までですね、インタビューお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。今回、実はこちらね、海外でも発信される、動画ということもありまして、どういう風に話そうかなとか、どういったね、なんかこう服装にしようかなとかいろいろ考えてました。やっぱりこんな感じの様相にするのが一番いいのかななんて思ったりもしてたんですけど、ちょっとそうこう考えているうちに結構日にちが過ぎてしまっていたので、担当の方には本当にちょっと申し訳ないことをしてしまったんですが、まずいろいろ考えた結果、ありのままの姿を出していこうということで、このような身なりとなっております。ですが、普段の歌のステージの時はですね、それこそこんな感じで、こんな感じで、ちょっとね、もうちょっと違った感じでバリッとスーツを着てかっこよく決めているので、ぜひね、この動画を見て、僕のことに興味を持ってくださった方はですね、ぜひインターネットでね、陸神崎というふうに調べていただいて、そうすると僕の情報がいっぱい出てきますので、ぜひそちらで
見て、あ、りくくんってこういう感じなんだなって思っていただけたら嬉しいなと思います。そして久しぶりの、こういう風な感じのインタビュー形式の動画撮影なので、すごく緊張しながらでちょっと顔が硬いんですが、ライブの時はですね、もうちょっとはっちゃけてやっているので、ぜひね、この動画のちょっとこう、なんて言うんでしょう、賢そうな僕と、ライブでの弾け具合を、弾けている僕をですね、この2つのギャップっていうのも楽しんでいただけたらいいなと思います。そうですね。今は本当に日本国内での活動がメインとなっているんですけれども、ゆくゆくは、外国の方、海外の方にもね、進出していけたらと思っているので、どうかこのね、動画を見て気になってくださった方はですね、ぜひお声かけていただけたら嬉しいなと思います。オファーお待ちしております。そして本日はですね、このような貴重な機会をいただきまして、本当にありがとうございました。花を咲かせ夢叶え